戦闘の監獄のリセットプレイやってくで、よろしくお願いします。前回までのあらすじ。壁テレポート無効化装備も見つけて、順調に地獄の門を攻略中。じゃあ今回は、前回見つけた3階のエレベーターから別の階へ。ここがそのエレベーター。あっそうや、その前にこの空白調べんと。そういえばそうだった。結論、なんもなかった。不自然に大きい空白なんだけどな。少なくとも、外側に隠し扉とかはなかったな。途中で2人ほど首が飛んだけど元気です。まだまだ楽勝ってわけにはいかん。壁テレポートの可能性のために、あえて作られてる空白とかかな。じゃあ改めてエレベーター。順番的には、まず2階からかな。内心、どうせ何もないんでしょって思ってる。ほっとくわけにもいかん。というわけで2階。なんかこの見た感じ。やっぱり、このブロックとほとんど同じちゃう？今のところはそう見える。同じやった。手抜きかー。そろそろレベルアップも早送りですっ飛ばして能力値はほとんど全員マックスで、たまにちょっと下がるくらいだしね。いつの間にかすごいことになっとんねんな。レベルの関係で、素手での殴り合いなら、侍葵ちゃんより明治葵ちゃんの方が多分強い。意味のない過程です。侍の強みは刀装備です。めんどいから直接1階のエレベーターに飛ぶ。まあ本命はこの階だよね。ショートカットが鉄格子の時と缶抜きの時があるのってなんなん？わからない。その時の気分かな？ここにショートカットがあったから、次は右向きに広がるみたい。じゃあ渦巻き状に進んでいく構造なのかな。真ん中が作用部ってことやな。プリズミックレイにより回復薬が2人とも麻痺したので効かん。甘く見てると足元すくってくるね。依然強敵やなレッサーデーモン君は。今までは眠りと沈黙の巻物調備してたけど、代わりに薬持つのも手かも。せっかくやし、開いたショートカット使って元の場所に。あそこなんか書いてない？ほんまや珍しいな。何やろ。扉に張り紙が貼られていた。地獄の中継地点。騒ぎを起こすな、追い出すぞ。地獄の中継地点とは？なんで地獄に中継地点が？
どっちにしろこの道しかないし、早速行ってみよう。ここはエレベーターホール。じゃない、階段だ。なんで急に階段？ここからが本番なのかな？あの扉にもなんか書いてある。扉に看板がかけられていた。地獄の商店。買取と識別。地獄の沙汰も金次第。地獄に商店が？どんな地獄だ？ほな中継地点って、街って意味？どんな地獄だ？扉に張り紙が貼られていた。地獄の人。効能、お肌ピチピチ。地獄に人が？興味津々じゃん。しかし温泉まである地獄とは、どんな地獄だ？扉に看板がかけられていた。地獄の宿屋。休息と回復。地獄の沙汰も金次第。地獄に宿屋が？どんな地獄だ？扉に看板がかけられていた。地獄の寺院。治療と蘇生。地獄の沙汰も金次第。一番場違いなんきた。寺院、治療、蘇生。すべての単語が地獄に似つかわしくない。天国では？扉に張り紙が貼られていた。魔法効果削除実験室前。騒ぐなら出て行け。これは何？魔法効果を消す泉じゃないかな？ああ、なるほど。実験室の意味はわからないけど。しかも実験室ちごて実験室前やからな。バス停か？扉に張り紙が貼られていた。禁断の魔法効果合成実験所。研究中に月を静かに。ほなこれは魔法効果ガチャ屋さんか？禁断とか合成とか妙に仰々しいこと言ってるけど。ダンジョン内で魔法効果付与は初めてやな。こっちは実験所前じゃなくてちゃんと実験所なんだ。床には不思議な箱が置かれていた。これはアイテムボックスやろ。地上のやつとリンクしてる。つまり、拠点機能のほとんどがこの中継地点とやらにはあるってことやな。って言っても、テッドの迷宮みたいに帰れないわけじゃないから、別にいらなくねって気もするよね。次は施設の中を見ていこう。桃の香り漂う温泉が湧き出している。ちょっと待って、その香りは知らんな。効能からして若返りやろと思ってたけど、香りと色が違うぞ。今までの泉全部のせみたいな可能性あるな。一旦準備させて。ちなみに、前に見つけた若返りの泉は青でした。魔法効果消す効能も持ってるってパターンが一番困る。あれも緑色やったしな。念のため消えたら困るもんは預かってもらって。これで準備は万端。念の入れ方がプロフェッショナル。よし行くでー。ここでまさかの全員で入るパターン。久しぶりやな、カラムの洞窟以来や。はあ、びっくりした。心の準備してなかったこっちの方がびっくりだよ。肝心の効能は、普通に若返りだけっぽいな。以前のとの違いは、一人か全員かだけか。お店はどんな人が経営してるんや？地獄だし、鬼とか悪魔とかかな。人間だったわ。ここは、地獄の商店。専門店として営業してます。消耗品の販売と、鑑定、開示を提供しているわ。買い取りもしてますけど、品を出すには売り場が狭くて。そこで、最近地上と取引を始めて、売り場にない商品を引き取ってもらうようにしたの。
要約すると、ここで売ったもんは地上のお店に並ぶってことよな。テッドの迷宮システム。大したもんは売ってへんかったし、次は宿屋さん。こっちは、主人もセリフのテッドの迷宮と一緒だった。ジーンはどうかな？一緒。スイッチ、綺麗な二度見。すでにミニマップは開いている。近くに鉄格子もない。ははーん、さてはあれだな。スルーして印だけつけといた。ここはスイッチ敷地ごて、反対側の缶抜きやもんな。さて、あとはここだけど。部屋の中央で、手に酒を持ち、アイテムを見つめては唾を吐く。一人の男が寝転びうなっていた。彼はこちらに気づき話しかけてきた。わしは、魔法のカゴのある物品から、一部のカゴだけを消す研究をしておる。そなたらが手に入れた物品につけられた。余計な効果の一部を消してやろう。もちろん、ただというわけにはいかんがな。料金1回、10万 GP。泉じゃなかった。いやちょっと待って、なんかこの人すごいこと言ってない？言ってる。魔法効果をどれか消せるってことやろ？ここに来て、なんかすごい施設出てきたぞ。消せるっていうのは、選んで消せるんか？それはちょっと便利すぎる気が。若干チートの域に踏み込んどるよな。ランダムで一つ消えるとかかな。にしたって、問答無用で全部消える泉よりは、かなり便利機能やな。まあそこは実際使ってみればわかるか。この様子だと、もう一つの合成実験書も、ただのガチャじゃなさそう。まずはそっちも見に行ってみよう。部屋の片隅に、手にワインを持ち、アイテムを見つめてはため息を吐く。一人の老人が座っていた。老人はこちらに気づき話しかけてきた。わしは、物品に込められた魔法のカゴを移す研究をしている。だが、移せるのは一度に一つの効果のみ。その上、カゴを抜き出した品は消滅する。誰かに2つ以上の品を持たせるがよい。条件は厳しく代償は大きいが、きっとそなたらの目的を叶えることができるだろう。料金は1回、10万 GP。こっちもなんかすごいこと言うてない？言ってる。魔法効果を別のアイテムに移し替えられるってことやんな。そんなの、いいベースアイテムさえ手に入れば、割と簡単に最強装備作れない？これも、どれを移すかはランダムとかか？その辺が妥当かな。とりあえず今回は帰ってきた。次回は研究所のシステムを検証してみないと。場合によっては環境が一変するで。ではまた次回。